あ、やっぱりね、走ってると入ってこないですよ、雪。信号待ちがね、地獄ですよ。信号待ちが。いやー、気持ちいいですね。最高ですよ、コペン。雪の中ね、ちょっとオープンカーで走ったらどんな感じかっていうのをやってみたかったんですが、このね、当然ね、このニット帽、これは必須だと思います。頭がね、濡れて風邪ひいちゃうと思います。信号待ちの時にですね、雪が車内に入ってくる感じで、当然ね、頭も濡れてしまって、それで走り出すと、ね、頭冷えちゃうから風邪ひくと思いますので、ニット帽、これが一番最強だと思います。当然耳もね、隠して、で口元はネックウォーマー、首元と口元はネックウォーマーですね。手袋はちょっとマニュアル操作なのであまりどうかなと思ってしてないんですが、特にね、ヒーターの方も中の下ぐらいの強さで、座席の方も温めて走ってますから、特にね、問題はないですね。こうやってね、徐行の時になると、雪が車内に入ってくる感じで、もうね、40キロぐらいになるとね、雪がもう入ってこないですから、意外や意外、寒くないと。いや、これもね、寒くてやってられないよ的な、動画になるのかなと想像してたんですが、いや、特にね、面白いこともなく、普通に走れてます。歩道をね、歩く人たちの視線が冷たい。後ろにいる車の方たちの視線が冷たい。ただね、全然我慢とかしてなくて、全然ね、寒くないんですよ。ただ信号で止まってしまうとちょっとね、悲しくなる。信号待ちがね、地獄ですよ。信号待ちが地獄です。地獄です。まあちょっとね、シートがね、雪が少し乗ってますが、いつもより信号が長く感じますね。ただね、視界が悪いとかそういうものは全くない感じです。普通ですね。ただシフト操作がちょっとね、滑りやすくなるのかなっていうのがあるので気をつけてください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。特にね、何がしたいっていう動画でもないんですけど、ただこういったね、降雪のね、ドライブをしてみたかったと。いわゆる雪道はちょっと滑るので走りたくないんですが、降雪は楽しいと思いますので、まあおすすめはしませんけども。それでは今回は雪が降ってる中オープンドライブをするとね、どんな感じになるかという動画でした。今回の動画はね、ちょっとね、興味を持ったという方やね、興味を持たなかったという方でもぜひ動画の高評価よろしくお願いします。またコメントもね、ぜひ愛のあるコメントよろしくお願いします。こういったね、よくわからない検証も
たまにしてるんですが、ちょっとね興味を持ったという方はチャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。